どうも、ウルトラユニの知識劇場へようこそ。あなたの知識好奇心を影分身させる女、ウルトラユニです。さあ、今日は大物ですよ。皆さん、突然ですが、人生の教科書って何だと思いますか？論語？それともドラッカー？今日私、ウルトラユニが提唱したいのは、これです。そう、ナルト。これが現代社会を生き抜くための最強の教科書なんです。ナルトは人生の教科書だ。漫画でしょうって思ったそこのあなた、甘すぎますよ。全世界での累計発行部数はなんと2億5000万部以上。ドラゴンボールやワンピースと並び世界中の人々を熱狂させたモンスターコンテンツ。これがただの漫画なわけがない。落ちこぼれの少年が幾多の困難を乗り越え、里の英雄である火影になる。一見するとよくあるサクセスストーリーかもしれません。でもその中には、多様性格差社会、憎しみの連鎖、そして絆といった現代社会が抱える問題へのアンサーがこれでもかというほどに詰まっているんです。なぜナルトは自分を化け物扱いした里の人間を守るために戦えたのか。なぜサスケは全てを捨ててまで復讐の道を選んだのか。そして最強の敵暁が掲げたあまりにも悲しい平和の形とは。この番組では全72巻に及ぶ壮大な物語を私ウルトラ U の視点で徹底的に分解し再構築。単なるあらしい解説ではありません。物語の裏に書かれた岸本誠司先生のメッセージを読み解き、明日からあなたの人生に役立つ忍道を伝授します。今日のテーマは物語の原点。渦巻ナルトがいかにしてあの太陽のような笑顔を失わずにいられたのか。その秘密に迫ります。それでは月の螺旋岩、食らってみやがれ。最後までしっかりついてこいってばよ。第一章、落ちこぼれが英雄になる物語。渦巻きナルト、その壮絶な原点。さあ、やってまいりました。記念すべき第一章のテーマは主人公、渦巻きナルト。彼の代名詞といえば、金髪で青い瞳、そして何があってもへこたらないど根性。でも皆さん、忘れてはいけません。彼の物語は壮絶な孤独から始まっているんです。物語の舞台は、木の葉隠れの里、忍者たちが暮らすいわば忍者界のエリート国家です。その里が物語開始の12年前に未曾有の危機に襲われます。それが九尾の陽子の襲来です。岩をもこざす巨大な尾、すべてを焼き尽くすチャクラの塊、まさに天才。この化け物から里を守るため、当時のリーダーである4代目火影、波風湊は、禁術中の剣術を使い、自らの命と引き換えに生まれたばかりの赤ん坊、そう我が子であるナルトの体内に九尾を封印したんです。英雄の息子でありながらナルトは英雄として扱われませんでした。それどころか里の親たちからは、九尾の化け物そのものとして忌み嫌われ、徹底的に無視され、阻害される。親の顔も知らず友達もいない。食堂に入ればひそひそと陰口を叩かれ、物を投げつけられる。これが後の英雄の幼少期なんです。想像できますか？この地獄のような孤独を。ここで重要なのは、ナルトがなぜこれほどまでに嫌われていたのかということです。それは大人たちの恐怖と無知が原因なんです。九尾という得体の知れない巨大な力への恐怖、そしてナルトという一人の人間を見ようとせず、九尾の人中力というレッテルだけで判断してしまう無知。これって現代社会における差別や偏見の構造と全く同じじゃないですか。恐怖プラス無知イコール差別になるんです。そんな絶望的な状況でナルトはどうしたか。彼は飛行に走ります。火影の顔岩にペンキで落書きをしたり、お色気の術で大人をからかったりですね。とにかくいたずらをしまくって人々の気を引こうとするんです。これは心理学というところの試し行動に使い、たとえ悪い形であっても誰かに自分の存在を認めて欲しかった。彼のいたずらは
俺はここにいるんだという魂の叫びだったんです。そんなナルトに初めて手を差し伸べた大人がいました。それが忍者アカデミーの教師、海野イルカ先生です。イルカ先生優しいんですね。イルカ先生もまたキュービによって両親を殺された戦争孤児でした。だから当初は彼もナルトの中にキュービの姿を見ていた。しかし彼はナルトの孤独と痛みを理解しようと努めたんです。そしてある事件をきっかけにイルカはナルトを化け狐ではなく、この葉隠れの里の渦巻きナルトという一人の生徒として認めるんです。その事件とは、卒業事件に落ちたナルトが剣術の持ち物封印の書を盗み出すというもの。これはナルトをそそのかした水木という忍者の罠でした。水木はナルトに、お前こそがキュービの化け物だという残酷な真実を突きつけます。自分の正体を知り絶望するナルト。しかしそのナルトをかぶってイルカは水木の攻撃を受け叫ぶんです。あいつはお前が言うような化け父じゃない。あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだと、この言葉がどれほどまでナルトを救ったか。生まれて初めて自分をありのままに認めてくれる存在に出会えた。この瞬間、ナルトの中で他人への不信感が信頼へと変わったんです。そしてナルトは覚えたばかりの多重影分身の術で水木を撃破。イルカから忍者として認められる額当てを受け取るんです。この第1話にナルトの全てのテーマが凝縮されていると言っても過言ではありません。孤独承認欲求、他者とのつながり、そして自分を信じてくれる存在の大切さ。ナルトが後にどんな強敵と出会っても、どんな絶望的な状況に陥っても、決して折れなかったのはこのイルカ先生の出会いという原体験があったからなんです。そしてナルトは宣言します。ほかげになると。それは里の誰からも無視され、存在を否定され続けた少年が里の誰からも認められる存在になるという決意表明でした。彼の夢はここから壮大な物語を紡ぎ始めるのです。第2章、光と影のコントラスト。第7版結成。ナルトとサスケ、永遠のライバル。さあ、無事に忍者アカデミーを卒業したナルト。ここから彼の物語は新たなステージへと進みます。それがスリーマンする。つまり、3人1組のチームでの任務です。そしてここで運命の出会いが待っていました。そう、内葉サスケと春のさくらです。第7版のメンバーが、ナルト、サスケ、さくら、そしてカカシ先生なんですね。ナルトが思いを教えるマドンナ的存在のさくら、そしてアカデミーを首席で卒業した天才忍者内葉サスケ。このサスケがナルトの生涯のライバルであり、もう一人の主人公と言ってもいい重要人物です。サスケはこの葉隠れの里の中でも名門中の名門内葉一族の生き残り。しかしその一族はある夜、彼の兄である内葉イタチによって皆殺しにされてしまうんです。両親も仲間も全て失ったサスケが生きる道は一つ。兄への復讐。そのために彼は誰よりも力を求め、他者とのなれ合いを徹底的に拒絶します。片や誰かに認められてした方のない落ちこぼれのナルト。片や復讐のために全てを拒絶するエリートのサスケ。この正反対の2人が同じチームになる。面白くならないわけがないですよね。そしてこのデコボコチームを率いるのは担任常任の畑かかし。シャリンガンのかかしの異名を持つ超一流の忍者です。ひょうひょうとしていていつも遅刻してきてエロい小説を読んでいる。一見するとやる気のないダメな大人に見えますが、彼が第7波に課した最初のテストが実に深いんです。そのままも鈴取り演習。かかしが持つ2つの鈴を時間内に奪えれば合格。奪えなければアカデミーに逆戻り。しかし鈴は2つしかない。チームは3人。この時点で少なくとも1人は不合格になることが確定している。このテストの本当の狙いは何だったのか。ナルトは真正面から突っ込み、サスケは単独でカカシを追い詰め、サクラは現実にあっさりかかってしまう。結果はもちろん全員不合格。そしてカカシは彼らにこう告げるんです。忍者の世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされる。けどな、仲間を助けにしていない奴はそれ以上のクズだと。そう、このテストの
真の目的は個人の能力ではなくチームワークを試すことだったんです。自分だけが助かろうとするのではなく、仲間と協力し困難に立ち向かうことができるか。カカシはかつての任務で仲間を失った辛い過去を持っていました。だからこそ彼らにとって何よりも大切なことを最初に教えようとしたんです。このカカシの教えは第7班の最初の任務である波の国での戦いで早速試されることになります。彼らの任務は橋作りの名人である手綱を故郷まで護衛するという簡単なものでした。しかしその裏では海運会社を牛耳るガトーという悪徳商人が手綱の命を狙っていた。そしてガトーが雇ったのが旧学年の抜け員、桃地ザブザとその相棒であるハクです。ザブザは鬼人と恐れられた元暗部。その実力はカカシと互角、そしてハクが使う氷遁という結界玄関の術の前に、ナルトとサスケは絶対絶命のピンチに陥ります。サスケはナルトをかばってハクの攻撃を受け、仮死状態になってしまうんです。仲間をライバルを失ったと思った瞬間、ナルトの中で眠っていたキュービのチャクラは初めて暴走します。憎しみと怒りに我を忘れたナルトは圧倒的な力でハクを追い詰める。しかし、とどめを刺す直前、ハクの姿を見てナルトは動きを止めます。ハクはザブザを心から慕い、彼の道具として生きることに喜びを乱していた少年だったからです。一方、カカシに追い詰められたザブザは駆けつけたハクを盾にしてカカシの来切りから逃れようとします。自らの命を懸けて慕う人を守ったハク。そのハクを非常にも道具として扱ったザブザ。しかし、ナルトはザブザに叫びます。お前、本当に何とも思ってねえのかよと、ナルトの言葉とハクの泣き声から流れる涙を見て、ザブザの心の氷が解けます。彼は忍びとして感情を殺してきた自分を悔い、涙ながらにガトーを裏切り、最後の力を振り絞ってガトーを打ち取る。そして雪が舞い散る中、ハクの隣で静かに息を引き取るんです。できればお前と同じところへ生きてえなという言葉を残して、この波の国での任務はナルトたちにとって初めての死との直面でした。そして敵であるザブザとのハクトの中にも守りたいものがあり、深い絆があったことを知る。世界は単純な善と悪で割り切れるものではない。この経験が彼らが忍者として、そして人間として大きく成長させることになるのです。そして何より、この戦いを通してサスケとナルトの間に言葉にはならない確かな絆が芽生え始めました。互いをライバルとして認め、互いの力を高め合う存在へ。しかしこの絆が後に2人を、そして世界を揺るがす壮絶な運命の渦へと巻き込んでいくことをまだ誰も知らなかったのです。第3章、伝説と主張の継承、伝説の3人、それぞれの正義。波の国での死闘を乗り越え、忍者として、そしてチームとして大きな成長を遂げた第7班。彼らが次に挑むのは俺の全てをぶつける巨大な試練の場。そう、中忍試験です。ここからナルトの物語は一気に加速し、世界観が爆発的に広がっていきます。さあ、中忍試験にたくさんの各国のルーキーたちが集まるんですね。中忍試験、それは議員たちが部隊長クラスである中忍に昇格するための試験。しかしその実態は、各国の忍者とが自国の戦力を誇示し、仮想的に戦争を行う忍びの世界の縮図なんです。だから、試験官も本気、筆記試験から始まり、死の森でのサバイバル、そして個人トーナメントと命がけの試練が次々と襲いかかります。ガーラ、ヒューガ・ネジ、ロックリー、各国から集結した個性的で強力なライバルたち。彼らとの激闘の中でナルトたちは己の無力さを知り、それでも立ち向かう忍道をぶつけ合います。特に努力の天才ロックリーと砂隠れの最終兵器ガーラとの戦いは涙なしには見られません。しかし、この中忍試験の裏で、この隠れの里を根底から揺るがす巨大な陰謀が進行していました。その首謀者は、オロチマル。かつてこの派に所属し、三代目ほかりサルトビヒゼンの弟子にして、後に伝説の3人と歌われた天才忍者です。オロチマルさん、LGBTQ なんですね。はい。ニューハーフと言いますか、そうです。はい。出ました。伝説の3人。この3人の存在が、ナルトの物語に圧倒的な深みを与えているんです。
三代目火影の弟子であるジライヤ、綱手、そしてオロチマル。この3人は、かつて忍界大戦で名を馳せた英雄でした。しかし彼らはそれぞれ全く異なる正義と思想を掲げ、別の道を歩むことになるんです。オロチマルは、すべての術を解明し、この世の真理をつかみたい。彼は、究極の知的好奇心と探求心の塊に、そのためには非道な人体実験も厭わないマッドサイエンティストです。彼は、有限の命は真理にたどり着けないと考え、不老不死の転生忍術を完成させます。彼の歪んだ探求心がこの葉に牙を剥くんです。ジライヤ、憎しみの連鎖を断ち切り、本当の平和を成し遂げる。オルチマルの元チームメイトであり、ナルトの師利である人物、通称エロス仙人。普段はスケベでいい加減ですが、その胸には誰よりも熱い平和への思いを秘めています。彼は、かつて力を受けた世界に真の変革をもたらすものを育てるという予言を信じ、その弟子を探す旅を続けていました。綱手は、愛する者を失う痛みから人々を守りたい。初代火影、千住橋間の孫にして、世界最高の医療忍者。しかし、過去の戦いで弟と恋人を失ったトラウマから血を見るのは怖い、血液恐怖症となり、忍びの世界から距離を置いていました。彼女の物語は、喪失と再生の物語でもあります。どうですこの三子単様のキャラクター。彼はただの強い忍者じゃない。それぞれが深い哲学と拭えない過去を背負っているんです。そして重要なのが、この3人の思想がそれぞれの弟子である第7班の3人に色濃く受け継がれていくという点です。オロチマルが内葉サスケ、ジライヤが渦巻ナルト、綱手が春の桜。まさにその継承。この指定の関係が後の物語の超重要な軸になっていきます。さて、話は中二式に戻ります。オロチマルは復讐に燃えるサスケの力に目をつけ、その首筋に重印を刻み込みます。これは己の力を分け与える帰りに心身を蝕む悪魔の刻印。オロチマルはサスケを自らの新たな器にしようと企んだんです。そして試験の最終選抜の最中、ついにオロチマルは計画を実行します。その名も、この葉崩し。砂隠れの里と手込み、この葉隠れの里での壊滅を狙った大規模なクーデターです。会場は火の海となり、忍びたちは壮絶な戦いに巻き込まれていく。そしてかつての指定がここで激突します。三代目火影、猿飛ヒルゼン対オロチマル。ヒルゼンは愛弟子が道を踏み外した責任を取るため、そして里を守るため、自らの命を犠牲にする禁術、式封神を発動。オルチマルの野望を完全に阻止することはできませんでしたが、彼の両腕の術を封じることで、相打ちに近い形でその命を終えるのです。火の石はまだ燃えている。ヒルゼンの死はこの葉に大きな悲しみをもたらしましたが、同時に次世代の忍びたちに守るべきものの尊さを強く刻みつきました。しかし、この戦いはもう一つの悲劇を生み出します。それは、内葉サスケの里抜けです。この葉崩しの騒乱の中、サスケは兄、内葉イタチと再会を果たします。しかし、万華鏡車輪ガンを開眼したイタチの力前に手も足も出ずに乾杯。お前は弱い。なぜ弱いか。足りないからだ。憎しみが。という言葉を叩きつけられ、サスケの心は完全に折れてしまう。兄への復讐というたった一つの目的、そのためにもっと強い力が欲しい。その渇望にオロチマルの甘いささやきが突き刺さるんです。私のもとへ来い。力をくれてやる。と。そしてサスケはナルトやサクラとの絆を断ち切り、木の葉の額当てを置き、復讐の力を求めて闇へ落ちていくのです。サスケの離反を知ったナルトは、鹿丸やネジ、長寿、牙といった仲間たちと共に、サスケを連れ戻すための追跡に出ます。これが、サスケ奪還編。オロチマルが向けた資格、大人4人衆との死闘は、少年漫画史に残る名勝負の連続です。そしてついにナルトはサスケに追いつきます。かつて初代火影千住橋間と内浜だらが死闘を繰り広げた伝説の場所、終末の谷で、友を連れ戻したいナルトと絆を断ち切りたいサスケ。この2人の思いが螺旋岩と千鳥となって激突します。結果はナルトの敗北。
サスケはナルトにとどめを刺さずオロチマルのもとへ。ナルトは友を救わなかった無力さと必ず連れ戻すという決意を胸に、病院のベッドで涙を流します。この敗北は物語の一部の終わりを告げます。そしてナルトはジライアの弟子となり、より強くなるための修行のために出ることを決意する。さくらは今度は自分が2人を守れるようにと綱手の弟子になります。そして医療忍者の道を目指す。第7版はここで一旦バラバラになります。しかし彼らの心は必ず再会し、友を救うという固い決意で結ばれていました。ここから物語は怒涛の第2部、疾風伝へと突入していくのです。第4章、最強の敵か救世主か、謎の組織暁の目的と野望。ジライアとの修行の旅から約2年半、少年は青年へと成長を遂げました。渦巻きナルト、ただいま見参。これから物語は第2部ナルト疾風伝へ突入します。そしてここからが本番。この葉、いや、忍びの世界そのものを揺るがす最強最悪の敵組織が、ついに本格的に動き始めます。その名は、暁。デイダラサソリ、イタチ刻みなど、まがまがしいメンバーが勢ぞろいなんですね。黒地に赤い雲が描かれた不気味な揃いのコート、そのメンバーは全員が各国のお尋ね者である S 級抜け人。個々の戦闘能力がそこらの忍びの長、つまり他にクラスというとんでもない連中です。彼らの目的はただ一つ。すべての美獣を手に入れること。美獣。それはかつて六道仙人によって9つに分けられた巨大なチャクラの化け物。ナルトに封印されたキュービやガーラに封印された一尾主角もその一つです。暁はその美獣を人中力から引き剥がしコレクションにしているんです。一体何のために？その恐るべき計画の全貌は後に明らかになりますが、まずこの個性すぎるメンバーを見てください。彼らの魅力こそが暁という組織を単なる悪役ではないカリスマ的な存在に押し上げているんです。内葉イタチ星垣刻めのコンビ。サスケの兄であり、万華鏡シャリンガンの使いでいたし、そして大東サメ肌を操る元霧隠れの怪人キサメ。この2人が最初にナルトの前に現れ、圧倒的な力の差を見せつけました。デイダラ&サソリの芸術コンビ。芸術は爆発だを信じようとする粘土で爆弾を作るデイダラ、そして人間を傀儡にしてコレクションする永遠の美を追求するサソリ。彼らの芸術に対する価値観の違いから来る口喧嘩はもはや名物です。非難格図の不死コンビ。邪神教を信仰し、自らを傷つけることで相手を呪い殺す不死身の男非難。そして他人の心臓を奪うことで寿命を伸ばし、5つの心臓を持つ、まさに歩く金庫隠す。この2人は金への執着と宗教観の違いでいつも喧嘩しています。他にもリーダーであるペイン、謎の女忍者コナン、植物のような不気味な男ゼツ、そして仮面の男トビ。一人一人が壮絶な過去と独自の哲学を持っている。だからこそ彼らはただの悪ではないんです。彼らには彼らなりの正義がある。この多角的な視点こそナルトの奥深さなんです。疾風伝の目撃は、暁のメンバーであるデイダルとサソリによる砂隠れの里への襲撃から始まります。彼らの狙いは風的となってガーラに封印されている一尾主角。ガーラは里を守るためにデーダルと激闘を繰り広げますが、里を人質に取られる非常な戦法の前に敗北し、暁に連れ去られてしまいます。この一報を突き受け、カカシャン、つまり成長したナルトとサクラが砂隠れの救援に向かいます。そしてここにガイハンも合流。ここから暁との全面対決が始まります。まずはサソリとの戦い。対峙するのはサクラとサクラの実の祖母であるサソリの実の祖母であるクグスシの達人、チオバーです。サソリはかつて綱隠れの天才造形師でしたが、両親を戦争で亡くなった孤独から人の心を理解できなくなり、自らをクグスに変えてしまった悲しい男でした。彼は祖父母に似せた父と母のクグスを操り、それに抱きしめられることでしか愛情を感じることができなくなったんです。この戦いは本当にすごい。チオバーが操るジッターの傑作、
近松十人衆とサソリが操る100体の空軍軍団が激突。そしてさくらは綱手の下で培った怪力と精密なチャクラコントロールによる医療忍術を駆使し、サソリの毒に立ち向かいます。もはやかつての足手まといだったさくらはどこにもいません。彼女はナルトの背中を守れる頼もしい仲間へと成長を遂げたんです。激闘の末、さくらとしげはサソリを打ち破ります。しかしサソリは最後の攻撃を自ら受け入れたような幕切れでした。彼は最後に千代バーにオルチマルに関する情報を残し、自らが作った父と母の9月に挟まれるようにして静かに機能を停止します。一方、ナルトのカカシはデーダラを追跡。カカシはこの戦いで修行の末に手に入れた新たな力、時空忍術であるカムイを初披露。デーダラの腕をもぎ取ります。そしてナルトは暴走するキュービの力を自らの意思でコントロールしようと試みる。2年半の修行の成果がここで試されるのです。なんとかガーラを奪還したものの、すでに美獣は抜かれ、ガーラは命を落としていました。親友の死を前に悲しみに暮れるナルト。しかし、ここで奇跡が起こります。ジオバーが自らの命と引き換えにガーラを蘇生する天才忍術を行ったのです。かつてサソリのために開発したこの術を未来ある若者のために使うことを決意したのです。そして目を覚ましたガーラが見たものは、彼を心配そうに見つめる砂隠れの里の仲間たちの姿でした。かつて化け物として恐れられていた自分が、今では里のみんなから一人の人間として、風かけとして心から心配されている。この光景はガールの孤独だった心を完全に溶かしてしまいました。この事件を通じて、ナルトとガールの間には同じ人獣力としての苦しみを乗り越えた国境を越えた固い友情が結ばれます。この絆が後の任海大戦で世界を一つにするための大きな力となっていくのです。しかし、安堵したのもつかの間、サソリが残した情報からついにオロチマルのアジトの戦いを組んだナルトたち。大和隊長、そして新メンバーの才を加えた新生カカシ班は、ついにサスケとの再会を果たすべく、オロチマルのアジトへと向かいます。しかしそこで彼らが再会したサスケはもしはや昔の彼ではありませんでした。オロチマルの音で比較にならないほどの力を手に入れたサスケ。その瞳は復讐の炎で冷たく燃え、かつての仲間たちに容赦なく牙をつきます。圧倒的な実力差。ナルトの思いは届かず、サスケは再びオロチマルと共に闇の中へ消えてしまうのです。友との決定的な断絶。そして忍び寄る暁の影。ナルトは再び己の無能者を痛感します。サスケに追いつくためには今のままではダメだ。もっともっと強くならなければならない。この決意がナルトを新たな修行へと突き動かします。それは自らの力の性質を変化させ、螺旋岩を誰も見たことのない究極の術へと進化させる過酷な修行の始まりでした。第5章、師弟の絆と託された意志、地雷や豪傑物語、千人モード、海岸へ。友であるサスケとの目がたい力の差、そして刻一刻と迫る暁の脅威。ナルトは焦っていました。今のままではサスケを連れ戻すことも大切な仲間を守ることもできない。そしてカカシから提案されたのが螺旋岩を超える真実の開発です。螺旋岩、それは4代目ホカゲが残したチャクラの形態変化の極致。しかしこの術にはまだ続きがあったんです。それは形態変化に術者のチャクラの性質変化を加えること。ナルトのチャクラの性質は風。風の性質を加えた螺旋岩は理論上無限の刃を持つ究極の攻撃術になる。しかしその難易度は S 級。ホカゲクラスでも習得は至難の技です。どうするなると、ここで落ちこぼれ時代の必殺技はとんでもない裏技として機能するんです。そう、多重影分身の術。多重影分身。能力を落とさずにたくさん分身できるんですね。影分身は術を取ると、その経験が術者本人にフィードバックされるという特性を持っています。つまり、1000人の影分身が1時間修行すれば、それはなんと1000時間分の経験値になる。これぞ、ナルトにしかできないチート級の修行法。まさに発想の勝利。凡人の武器は工夫と根性なんです。この血の滲むような修行の前世、ナルトはついに真実を完成させます。その名も、
フートン螺旋手裏剣。しかしこの術はあまりに強力すぎるがゆえに、術者本人にも凄まじいダメージを与える諸刃の剣でした。つまでからは剣術に指定されてしまいます。そんな中、暁の魔の手はついにこの葉まで伸びてきます。狙われたのは元守護人十二使であり、三代目火影の息子、サルトビ・アスマ。対するは暁の不死コンビ、ヒダンとカクズ。この戦いはあまりに悲しい結末を迎えます。ヒダンの呪術の前に、アスマは命を落としてしまうんです。死の死を目の当たりにした奈良鹿丸、秋道長治、山中伊野。彼らの悲しみと怒りは計り知りません。特に東を師として、そして一人の男として心から尊敬していた鹿丸の絶望は見ていて胸が張り切りそうでした。しかし鹿丸はただ泣き寝入りする男じゃない。彼は IQ200 を超える頭脳をフル回転させ完璧な作戦を練り上げ、東先生の敵を撃つんです。この鹿丸 VS 被弾の頭脳戦はナルト全編を通しても屈指の名勝負。知略と覚悟が藤の化け物を打ち破る鹿丸が彼の死を乗り越え、本当の意味で一人前の忍者になった瞬間でした。そして各自と対峙したナルトはついに金術フートン螺旋手裏剣を実戦で放ちます。その威力はまさに圧巻。無数の風の刃が細胞レベルで相手を切り刻む。各自が持つ複数の心臓を一撃で破壊し完全に沈黙させるのです。仲間たちの活躍で何とか暁を退けたこの葉。しかし安息の時は訪れません。暁のリーダーに関する不穏な情報がもたらされるのです。そしてこの謎多きリーダーの正体を探るべき一人の男が単身敵の本拠地へと登り込むことを決意します。その男の名はジライア。伝説の三人にしてナルトの死。ジライアは分かっていたんです。暁のリーダーはおそらくかつての自分の教えを説いた預言の子の一人、長門であろうと。そしてこの戦いは自らの主治になることも。それでも彼は未来をナルトに託すため、そして死の親しみの責任を果たすため、単身天隠れの里へと潜入するのです。そしてジライは敵のリーダー、暁のリーダー、ペインと対決します。そこに現れたのは、かつて自分が授けたはずのリンネガンを持つ6人のペイン。その圧倒的な連携攻撃と謎の能力の前にジライアは追い詰められていきます。片腕を失い、喉を潰され満身創痍。それでもジライアは諦めなかった。彼は自分の生き様をかつて自分が書いた小説、ど根性人間の主人公に重ね合わせます。忍びとは、忍び絶える者のことだ。彼は最後の力を振り絞り、ペインの正体に関する暗号を相棒である深作様の背中に残し、水底へと沈んでいくのです。彼の最後の独白が涙なしには聞きません。物語の結末は、螺旋岩のように見事なものになるはずだった。自分の弟子である4代目火影波風湊が主人公の名前をナルトと名付けたこと、そしてそのナルトこそが自分の意志を継ぎ物語を完結させてくれる存在などだと。ジライア豪傑物語、これにてめでたつき完結。死は弟子に未来を託し、その生涯に自ら幕を引いたのです。これほどまでに壮絶で見事な最後があったでしょうか。死の符号、そして残された暗号、それはナルトに耐え難い悲しみと、そして進むべき道を示しました。悲しみに打ちひがれるナルトをイルカとシカマルが励まします。いつまでも子供ではいられない。今度は自分たちが次の世代を育てる番なのだと。そしてナルトは死の形を落ち、その意志を継ぐため、ペインを倒す唯一の対抗策である戦術を習得するため、ジライの故郷である妙木山へと旅立つことを決意したのでした。第6章、絶望と希望の輪廻、木の葉崩壊、ナルト VS ペイン、宿命の対決。ナルトが戦術修行のため里を離れている。まさにその時、この隠れの里は史上最悪の空襲を受けることになります。天から舞い降りた6人の神の使い、いや、悪魔、そう、ペイン六道による一方的な蹂躙が始まったのです。
この葉が襲われてしまうんですね。ペイン6度。それはリンネガンの能力によって視界と能力を共有する6体の屍。それぞれが引力と赤力を操る天道、兵器を召喚する修羅道、魂を抜き取る人間道など、神の領域ともいえる反則級の能力を持っています。この6人が完璧な連携で木の葉を襲う。それはもはや戦いではなく一方的な破壊でした。しかし、木の葉の忍びたちもただやられるだけじゃない。彼らは愛する里を、家族を、仲間を守るため、絶望的な戦力差にもかかわらず命を懸けて立ち向かいます。中でもハダケカカシの戦いは壮絶を極めました。カカシはペイン天道と修羅道の2体を相手に知力と体術、そして神を駆使して互角以上に渡り合います。しかし仲間をかぶった一瞬の隙を突かれ力尽きてしまう。カカシは死の淵で父佐久間と再会し、仲間を信じることの意味を改めて理解しながら、その命を楽しみを静かに消すのです。ほかげである綱でも自らのチャクラの全てを使い、勝ちの口寄せの術で里中の人々を治癒し守り続けます。しかし彼女の力も無限ではない。そしてついにペインはその非常なる神の裁きを下すのです。ペイン天では木の葉の上空高く舞い上がり、静かに両手を広げます。そして一言、神羅転生。凄まじい赤力はこの葉隠れの里の全てを文字通り消し飛ばしました。里は巨大なクレーターへと変わり果て、そこにいた多くの市民たちが命を落としたのです。この葉の里が完全にブワーッと更地になってしまうんですね。絶望。このことにつきます。仲間は倒れ、里は消滅した。綱でもチャクラを使い果たし倒れてしまう。この葉はまさに壊滅状態。ここまでかと思われたその瞬間、ドーン！砂の中から現れたのは巨大なガマ分担、ガマ剣、ガマヒロ、そしてその頭上に仁王立ちする一人の男、千人モードを習得し、死と同じ真紅の火消し羽織をその身にまとった渦巻きナルトはついに帰還したのです。さあ、ナルト千人モード、クワッとなってるんですね。これほどまでにカタルシスがありますか？絶望のどん底に差し込んだたった一つの希望の光。こっから物語は怒涛の反撃フェーズに突入します。ナルト vs ペイン。宿命の師弟関係の幕開けです。千人モードのナルトは強い。とにかく強い。自然エネルギーを取り込むことで身体能力、感知能力、そして忍術の威力は桁違いにパワーアップしている。ペイン6度の1体をたった一撃の先方螺旋ガンで粉砕。その強さはもはや人間を超越し、まさに千人の名にふさわしいものでした。しかしペインはまた神を名乗るだけの実力者、仲間たちの指導によって得られた情報をもとにナルトは一体また一体とペインを撃破しいきますが、再度の天道に追い詰められてしまいます。そしてナルトをかばうために飛び出したのが、ずっと彼のことを見守ってきたヒューガひなたでした。私はナルト君が大好きだから。そしてひなたは命がけの告白をします。そしてペインに挑み無残にも倒されてしまう。仲間を自分を好きだと言ってくれた少女を目の前で傷つけられた瞬間、ナルトの中でついに何かが切れました。憎しみの感情が9尾の封印を突き破り、ナルトは暴走 6本目、そして8本目の尾を増やし、9尾そのものへと変貌してしまうのです。圧倒的な破壊に化身となったナルト・ペインは、かつてキュービは里を襲った時と同じように、地爆転生という術で、ナルトを巨大な岩の球体の中に封じ込めます。意識の奥底で憎しみに身を任せ、その封印を解き放そうとするナルト。その彼の前に現れたのは、なんと死んだはずの父、四代目火影、波風湊でした。父との再会。湊は自分がナルトの父親であること、そして12年前の真実を語ります。そして、お前ならその答えを見つけられると信じているという言葉を残し、9尾の封印を修復するのです。父の愛に触れ、我に返ったナルト。彼は憎しみではなく死と父が信じてくれた答えを見つけるため最後の戦いに挑みます。そしてついにペイン天道を撃破。しかしナルトはとどめを刺さなかった。彼はペインを操る本体、ナートの元へと一人で向かうのです。
そこにいたのは安ほどこっそり機械につながれたかつてのジライアの長門でした。彼はかつての親友を目の前でこずらされ、その痛みから世界に痛みを与えることでしか平和は実現できないという歪んだ正義を抱くようになっていたのです。憎しみの連鎖、殺されたから殺し返す。その連鎖をどこかで断ち切らなければ本当の平和は訪れない。長門はナルトに問いかけます。お前ならどうすると、ナルトはジライアの著書、ど根性人伝を思い出し、こう答えます。俺がその呪いを解いてみせる。もし平和ってもんがあるんなら、俺がそれを掴み取ってやる。と。その答えは、かつて長門自身がジライアに語った理想そのものでした。ナルトの中にかつての自分と死の姿を見た長門。彼は最後の力を振り絞り、近日級の近日、下道、輪廻転生の術を発動、自らの命を引き換えにこの戦いで死んだ木の葉の人間すべてを蘇生させたのです。かかし先生も里の人々をみんな生き返った。そして里に戻ったナルトを待っていたのは、かつて彼を化け物扱いした里の人々からの割れんばかりの歓声と感謝の言葉でした。ナルトは彼を胴上げする人々の輪の中で、主であるジライアの姿を思い浮かべ、静かに涙を流します。孤独だった押しこぼれの少年がついに里の英雄として認められた歴史的な瞬間でした。第7章、世界の真実と第4次任海大戦、月の目計画、襲撃する忍び連合。ペイントの死闘を乗り越え、木の葉の英雄となったナルト。しかし、平和は長くは続きませんでした。長門を裏で操っていたあの仮面の男、トビが、ついにその邪悪な計画の全貌を明らかにするのです。その名も、月の目計画。さあ、月の目計画、不気味な計画なんですね。月の目計画です。それは、すべての美獣を集めて伝説の魔獣、10尾を復活させ、その力を利用して、月の巨大な現実装置に変え、全人類を永遠に目覚めない夢の世界へと誘うというとんでもない計画でした。争いも憎しみもない理想の世界。しかしそれは個人の意志を奪う偽りの平和。トビはこの計画を実現するため、臨海全土に宣戦布告。第4次臨海大戦がついに勃発するのです。この溝の危機にかつては敵対していた忍び5大国、木の葉、砂、霧、岩、雲がついに手を取り合うようになります。忍び連合軍が結成されるのです。その数なんと8万。かつて敵同士だった忍びたちが一つの目的のために額当ての所属を超えて共に戦う。これは歴史的な瞬間でした。ナルト・ガーラが築いた中が世界を一つにしたのです。しかし敵の戦力はそれをはるかに上回っていました。トビが率いるのは白絶の軍勢10万。そしてさらに厄介なのが、オロチマルの剣術を完成させた薬師カブトが用意した江戸天聖の軍団です。江戸天聖、それは死者をこの世に蘇らせ、実者の犬前に操る最も許されざる術。かつて暁で散ったデーダラやサソリ、各図、各里の伝説の忍びたち、さらにはかつてのカニたちまでもが敵として蘇り、忍び連合軍の前に立ちはだかります。これは核との戦い、死者とも家族とも戦わなければならないというあまりに過酷な戦いでした。そしてこの戦争の鍵を握るのが、残る2体の美獣を持つ人中力、ナルト9尾と雲隠れのキラー B8 尾です。連合軍は2人を戦争から隠すため、孤島に隔離します。しかし、ナルトが黙っているはずがない。彼は自らの内にいる9尾とついに和解の道を歩み始めます。ナルトは精神世界で母である渦巻クシナと再会します。母の愛に触れ、9尾の肉臭の原因を知ったナルトは、憎しみではなく力として9尾をコントロールすることに成功。9尾チャクラモードを完成させ、キラー B とともに戦場へと駆けつけるのです。ここからのナルトはまさに救世主。戦場のどこにいても影分身で現れ、仲間たちの窮地を使いまくる。その姿はかつて父、波風湊が黄色い閃光と呼ばれていた姿とまさにうい二つでした。しかし戦況は熾烈を極めます。ついに仮面を脱いだトビの正体は、
なんと死んだはずのカカシの親友、ウチハ・オビトでした。かつてですね、かつての戦いでカカシをかばって死んだと思われていた彼がなぜ生きているのか、そしてなぜ世界に絶望したのか、その裏には、ウチハ一族の黒幕グ、ウチハ・マダラの存在がありました。そう、この戦争の真の黒幕は、初代火影、千住橋山と死闘を繰り広げた伝説のウチハ・マダラだったのです。兜によって江戸転生で蘇ったモグラは、まさに規格外の強さ、五影が束になっても全く歯が立たない、空から巨大隕石を2つも落とすなんて、もはや逆です。そしてついに、十尾が復活。その圧倒的な破壊力の前に、忍び連合軍は壊滅寸前にまで追い込まれます。多くの仲間たちが命を落としていく。比喩がねじも、ナルトの日向をかばい、その命を散らしました。お前は英雄だという言葉を残して、絶望に打ちひしがれるナルト。しかし、仲間たちの思いを背負い、再び立ち上がります。そして戦場にはさらなる援軍が到着します。なんと、オロチムによって越前生で蘇った歴代火影たち、初代千住柱間、二代目千住扉間、三代目皿飛必然、そしてナルトの地四代目波風湊、歴代火影が一つの戦場に集結する。これほど胸が熱くなる展開がありますか。そしてもう一つ、この戦争の行方を左右する重要な人物がついに戦場に姿を現します。兄、イタチの真実を知り、己の進むべき道を見つけるため、オロチマルと共に戦場に向かったあの男、内葉サスケがついに帰ってきたのです。俺が火影になる。サスケの口から放たれた衝撃の一言。彼はイタリが命をかけて守ったこの葉を自らの手で守り、そして変革することを決意したのです。こうして、ナルト・サスケ・サクラ第7版が、ついにこの戦場で再結成を果たします。三者三様の口寄せの術、ナルトのガマ吉、サスケの青田、サクラの勝湯、伝説の3人の再来を思わせる新生第7版の共闘が今始まるのです。最終章、友よ。終末の前最後の戦い、受け継がれる火の石。ついに再結成を果たした第7版、ナルトの真実、サスケの永遠の万華鏡車輪眼、そしてサクラの白毫の術。3人が力を合わせ十尾に立ち向かいます。しかし、オビト、そしてマダラは、ついに十尾の陣中力となり、六道仙人と同じ力を手に入れてしまう。この絶望的な状況を覆したのは、努力の天才、マイト・ガイでした。彼は己を命を燃やす最後の切り札、八門遁甲の陣を開き、陸道マダラを相手に体術だけで追い詰める。指紋を開いてガイの一撃。ヨガイはマダラに殺されかけたと言わしめるほどの威力でした。ガイ先生の生き様、まさに青春そのものです。そしてナルトとサスケはまた陸道仙人から力を探す会、覚醒を果たします。ナルトは陸道戦術、サスケは輪廻眼を開眼。二人はマダラを追い詰めますが、その時衝撃の裏切りが起こります。マダラを背後から貫いたのは、ずっと彼の意志として動いていたはずの黒絶でした。黒絶の正体、それは陸道仙人の母であり、チャクラの祖である大月かぐやの意志そのものだったのです。この物語の本当のラスボスは、内葉マダラではなかった。すべての元凶は、神であるはずのかぐやだったのです。かぐやは、すべてのチャクラを自分一人のものにするため、ナルトとサスケに襲いかかります。空間を自在に操るまさに神の力。第7版と改心したオビトは、異空間の死闘を繰り広げます。オビトはカカシをかばい、かつての自分と同じようにその命を散らしました。最後にカカシに、火影になれという言葉を残して、そして、ナルトとサスケは陸道仙人から教わった封印術、陸道自爆転生でついにかぐやを封印することに成功します。長きにわたる第4次任海大戦は、忍び連合軍の勝利でついに幕を閉じたのです。しかし、物語はまだ終わりません。すべての元凶が消えた後、サスケは衝撃的な宣言をします。俺が火影になる。そしてすべての影を処刑し、五大国を支配する。憎しみという干渉を今日俺一人が背負うことで革命を起こす。と。彼のやり方はかつてのイタチと同じ。一人で全ての闇を背負おうとする孤独な道でした。ナルトはもちろんそれを許さない。友だからこそそんなやり方は認められない。そして二人は
因縁の場所、終末の谷で最後の決着をつけることを決意します。ここからの戦いはもはや言葉はいりません。戦術、美獣の力、完成体、その輪廻眼の術、持てる力の全てをぶつけ合う壮絶な死闘。それは苦しみ、憎しみ合いではなく、互いの人道を拳で語り合う、いただいたしくも美しい対話でした。そしてチャクラを使い果たした2人は最後は泥臭い殴り合いになります。そして最後の力を振り絞った螺旋丸と千鳥が衝突。その衝撃で2人は腕を失ってしまうのです。夜が明け、動けなくなった2人は静かに対話を始めます。なぜそこまで自分に関わるのかと問うサスケにナルトは答えます。たちだからだ。と、その一言にサスケの心の氷は完全に解けました。彼はナルトの中に兄の姿を、そして家族の愛を見つけていたのです。彼はついに敗北を認め、涙を流します。こうしてナルトとサスケの長きにわたる戦いはついに和解の意を結ぶことで終わりを告げました。その後、サスケは自分が犯した罪を償うため世界を旅する道を選びます。ナルトは里の英雄となり、夢だった7代目ホカゲに就任。桜とサスケは結ばれ、サラダという娘が生まれます。かつての仲間たちもそれぞれの家庭を築き、平和な時代を生きている。物語のラストシーン、ホカゲ市で仕事に追われるナルト、その息子であるボルトが父の顔に落書きをする。かつてのナルトがホカゲ岩に残したことと全く同じように歴史は繰り返す。しかしそれは絶望の連鎖ではなく希望に満ちた新しい世代への継承でした。エンディングといたしまして、いかがでしたでしょうか。ウルトラユニの知識劇場第72回に及ぶナルトという壮大な物語。それは一人の落ちこぼれの少年がホカゲという夢を叶える物語であると同時に、憎しみの連鎖を断ち切り、本当の平和とは何かを問い続けた壮大な女子誌でした。ナルトが教えてくれたこと、それは、どんなに辛い過去があっても自分を信じる仲間がいれば人は何度でも立ち上がれるということ。そして諦めないど根性こそが未来を切り開く最強の忍術だということです。この物語はナルトだけのものではありません。サスケの物語であり、さくらの物語であり、各社の物語であり、ジライアの物語であり、登場する全てのキャラクターにそれぞれの人生と譲れない人道がありました。だからこそ、ナルトは私たちの心をそれほどまでに揺さぶるのです。さあ、この番組を見て少しでもナルトに興味が湧いたそこのあなた、ぜひ漫画を、アニメを手に取ってみてください。そこにはあなたの人生を明日をもっと面白くするヒントが必ず隠されているはずです。それではまた次回の知識劇場でお会いしましょう。最後まで見てくれて本当にサンキューデッドバイよ。バイバーイ。